皆さんこんにちは。ヒロジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは10分ぐらいの短いエピソードをお届けします。ぜひ通勤途中や休憩時間などに聞いてみてください。今回のテーマはあっという間です。あっという間という言葉聞いたことありますか？この言葉の意味はとても短い時間のことです。気づいたらもう終わっていた、思ったより早かったという感覚を表します。驚きや感情を込めて使うのが特徴です。この言葉のあというのは人がびっくりした時の声ですので、あと声を出すくらいの短い時間という意味になります。ポイントとしてただ短い時間ではなくて体感的に早いと感じるときに使います。似た表現として一瞬でや瞬く間にがありますが、あっという間の方がよく会話で使われますので覚えておいてください。例文を3つ紹介します。1つ目、夏休みはあっという間に終わってしまった。学生時代の頃、夏休み楽しみでしたよね。長いお休みですので、何しようかな、どこ行こうかなと楽しみにしていたはずです。ですが夏休みに入ると本当に時間が過ぎるのが早くて、夏休み最終日の時にはあれ、長かったようで短かったと感じることが多いですね。2つ目、楽しい時間はあっという間だね。皆さんにとって楽しい時間って何ですか？例えば本を読む時間、音楽を聴く時間、人それぞれあると思いますが、そういう時間は本当に時間が経つのが早いですよね。3つ目、面白いドラマを見ていたら1時間があっという間だった。私はよくドラマを見るんですが、面白いドラマを見ているとつい夢中になってしまって時間の感覚を忘れてしまいます。ドラマが1話見終わった頃に、あれ、もう1時間経っていたんだとびっくりしてしまいます。反対につまらないドラマを見ていると数分経つのも時間が長く感じられて、もう見たくないと思ってドラマを見るのをやめてしまいます。例文を3つ紹介しましたが、使い方わかりましたか？今回のテーマはあっという間です。私は最近あっという間だったなと思うことがありました。実は最近地元に行ってきたんです。もともと計画はしていなかったのですが、韓国が来月お盆連休に入るので飛行機の値段が高くなります。その飛行機の値段が高くならないうちに地元に行きたいと思って急遽行くことにしました。飛行機が1週間に3回しか飛んでいないので2泊3日行くことにしました。1日目はお昼頃に地元に着いたんですが、ちょうど天気も良くて気分が良かったです。行きたかったお店に行ったり食べたかったものを食べて、そして行きたかった温泉に行ったので、半日あっという間に時間が過ぎてしまいました。そして2日目は家族と一緒にご飯を食べたり、
地元で有名な公園やお城、お庭に行ってきたんですが、この日も本当に天気が良くてたくさん活動しました。その後は温泉に行って体を癒しました。一日あっという間でした。そして3日目はほぼ時間がなかったので、ホテルの周りを散歩してチェックアウトを済ませてすぐ空港に向かいました。今回2泊3日だったのですが、私的には1泊2日のようなものでした。地元から韓国に向かう空港の中で本当にあっという間だったな、名残惜しいなと思いました。もう少し地元にいたかったです。皆さんも旅行に行った時、あっという間だったなって感じませんか？ぜひ考えてみてください。今日出てきた単語を復習します。あっという間、あっという間。思ったより、思ったより。体感、体感。つまらない、つまらない。連休、連休。名残惜しい、名残惜しい。今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。